皆さん、こんにちは。今週も、シャドウハウスの感想を語っていきます。先週は見どころ満載の神回でしたね。今週は、先週のラストの、エミリコが無事ケイトを助けたところからスタートです。エミリコは、ケイトを助けることに成功しましたが、頭を怪我してしまいました。川に行って怪我をきれいにすることになります。ケイト様に頭を拭いてもらうエミリコかわいい。しかし、制限時間も残り、わずかで、もう、ゴールに間に合いそうにありません。それでも、ケイトは、先週のパトリックの態度から、エミリコが、試験でもエミリコらしく振る舞っていたことを確信し、それだけで十分よ、と、諦めモードに入ってしまいました。その様子を見て勝ち誇るエドワードですが、外から異音がすることに気がつきます。双眼鏡で確認してみると、エミリコとケイトが、荷車を船にして、川を下ってきていました。ケイトの裾を操る能力で舵を取っています。なんかハンター的な感じになってきましたね。二人は、そのまま船から飛び降り、今回は、ケイトが、エミリコをしっかり抱きかかえて、ス能力で作った翼でゴールにたどり着きます。制限時間ギリギリでしたが、無事合格できました。しかし、最後に残ったラムとシャーリーのコンビは、ここに来て心を通わせることに成功しながらも、ゴールできずに体が崩れていってしまいました。ここの描写は、原作より少し丁寧にされていた気がします。丁寧な分、切なさも倍増です。場面は、変わって、合格したエミリコとケイト。お祝いに、コーヒーを一杯もらいます。エミリコはコーヒーは初体験だったようで、苦味がきつそうです。それでも一生懸命飲むエミリコかわいい。そして、マリー・ローズとローズマリーが、合格おめでとうと祝ってくれて、サラとミアもお祝いしてくれます。そして、館の主である偉大なるおじいさまが登場します。現時点では、こいつがラスボスっぽいです。鬼滅の刃でいうところの、鬼物事務山です。そのおじいさまが手を振ると、その場にいた生き人形たちが一斉に泣き出します。泣き出すと言っても感激の涙で、例えるなら、マイケル・ジャクソンのライブに来た観客のようなイメージです。そして、エミリコや他の同期たちも涙を流して喜びます。なんかものすごく宗教チックです。そして、場面が変わり、おじいさまと3階の他のメンバーに、エドワードたちが今回のお披露目の詳細報告に来ます。ここで、シャドウと生き人形の関係が説明されますが、シャドウはもともとこんな生き物のようです。それで、生き人形と最終的に一体化し、完璧な生物になるとのことです。なんか、紛らわしい気もしますが、説得力はありますね。そして、いつもの生活に戻ったエミリコとケイト。ラムとシャーリーのことを残念だったわね、というケイトに対し、エミリコが、正気がない目で、しょうがないことですよ、と言って、今週は終了です。今週は、お披露目終了から、新章に入りそうな転換期の回でしたね。シャドウと生き人形の謎もだんだん解けてきましたが、ケイトは、なんとなくそれに気がついている雰囲気です。このあたりは、原作でもまだ解決していない話ですが、アニメ的には多分あと数話しか残っていないので、どこで区切りとなるのか、ちょっと疑問も残りますね。そのあたりも踏まえて、来週を待とうと思います。それでは、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。